じゃあね、ちょっとね、酸素開局線の問題演習までね、してみましょう。まず、問題に入る前に、ヘモグロビンって、さっき言った酸素が多ければ多いほど、酸素と結合、たくさん酸素と結合する。ヘモグロビンは周りに酸素が多ければ多いほど、たくさん、酸素ヘモグロビンになるっていう性質の他に、周りに CO2 がいっぱいあると、実はこれもね、ちょっと教科書にはあんまり書いてないんだけど、CO2 がヘモグロビンと酸素の結合を邪魔しちゃったりとか、あとね、ちょっと難しいんだけど、CO2 が、周りにいっぱいあると pH が下がって、H プラスイオンが周りにたくさん増えてきて、でそうするとね、ヘモグロビンってね、酸素嫌いになっちゃうんだね。だから、何が言いたいかっていうと、周りに CO2 がいっぱいあると、ヘモグロビンちゃんって酸素嫌いになっちゃうんですよ。そうすると、例えばこれが、このグラフが、CO2 が少ないバージョンのグラフだったとして、CO2 が全然周りにないバージョンのグラフだったとして、すると、この試験管に CO2 も一緒に入れると、ヘモグロビンちゃんが CO2 にこう影響を受けて、酸素をね、手放しがちになっちゃうんですよ。そうすると、CO2 入りでもう一回同じ実験すると、こんな風なね、グラフになってしまいます。CO2 が多いバージョンで実験した時のグラフ。よくね、問題で2本あるのを見かけるよね。あれっていうのは大抵、どっちか1本が CO2 が少ないバージョンのグラフ。ヘモグロビンちゃんが二酸化炭素いなくて、もうわー酸素だ酸素だっていっぱいなんか自由に結合できるグラフと、周りに CO2 がいっぱいあって酸素とうまく結合できないっていうグラフ。大抵問題文でこの2本がね、描かれてることが多いですね。例えばどうしようかな。例えばここを90にしようかな。90で、ここを30にしようかな。30で、O2 が少ないところ、O2 が多いところ。じゃあちょっと問題見てみようか。ちょっとなんかごめんなさい、謎の数値を書き足しちゃったけど、じゃあちょっと問題見てみようか。大抵こんな問題がありますね。よくある問題だけどね。肺では酸素がいっぱいあって、酸素がとっても多くて、で二酸化炭素がとっても少なかったです。でね、これ問題文で説明されます。具体的なこれ数値がね、普通入るけど、今回はね、ちょっと練習だから、多い少ないでやってみましょう。肺っていうところでは、肺って肺だよ。肺っていうところでは、酸素がたくさんあって、CO2 はとっても少ないです。で、組織ってね、こういう問題でざっくり言って組織とか言っちゃうんだけどね、なんていうの、お手手とかね、足とかね、なんていうか、肺以外です。いろんな組織。ヘモグロビンちゃんが、はい、酸素どうぞって渡すところ、それは組織です。組織では、組織はね、頑張って呼吸頑張っていっぱいしてるところが多いから、酸素が少ない。ね、ミトコンドリアで酸素消費して、って頑張ってお仕事してる組織が多いから、大抵組織では酸素が少ないっす。で、逆にね、CO2 がどんどん排出されて、CO2 が多いっす。大抵こんな感じです。肺では O2 が多くて CO2 が少ない。組織では O2 が少なくて CO2 が多かったとする。で、括弧1番。全ヘモグロビン中、組織で酸素を乖離したのは何%か。全ヘモグロビン中っていうのは、これね、これ俺たちってこう縦軸はパーセンテージ使ってて、100個ヘモグロビンがあったらって話をずっとしてるのさ。だから全ヘモグロビン中、組織で酸素を乖離したのは全体の全ヘモグロビン中の何パーセントかって聞かれたら、100個中俺たちは繰り返して言うけど、
全ヘモグロビンが100個としてずっとパーセンテージを使って百分率を使って話を進めてきたから、全ヘモグロビン100個中酸素を手放したのは何個だろう。はじめ90個のヘモグロビンが酸素を持ってました。でここは肺で、酸素っていうお客さんを、乗せたんだね。肺で、酸素をこうヘモグロビンタクシーが酸素というお客さんを、肺で乗せましたと、100台ヘモグロビンタクシーがあって、そこのうち100台ヘモグロビンタクシーがあるうち90台に酸素っていうお客さんが乗ってましたね。はい。でお客さんどこで降ろすの、ね、その酸素っていうお客さんどこで降ろすのっていうと、組織なんですね。組織なんですね。組織では肺っていう場所は酸素が多くて CO2 が少ない。だからこの点だよね。で今度お客さんを降ろす、酸素を降ろす組織っていうのは、組織は O2 が少なくてね、O2 が少なくて O2 が少なくて CO2 が多いところ、多い。だから組織はこの点だって分かるんだね。あとちょっと飛ばしちゃったけど、肺も同じだよ。肺では酸素が多いね。肺では酸素が多かった。肺では酸素が多くて CO2 が少なかった。で酸素が多いだけじゃオレンジの線見ればいいの、緑の線見ればいいの、分かんないよね。だけどちゃんと問題文に肺では CO2 は少なかったって書かれてるから、肺の点はここで目線をこうずらしていくと、そこにグラフにね問題文に90って書いてあるから、あ、肺では100台のタクシー中90台が酸素ってお客さんを乗っけてたんだなって分かる。で組織では100台のヘモグロビンタクシーのうち30台しか酸素ってお客さんが乗ってなかった。90人乗ってたのに30人しか乗ってなくなっちゃった。これなんでかっていうと、お客さんを組織で降ろしたんだね。はい組織さんってはい組織ですよ、ここで降りてくださいって酸素を頑張ってるね組織の細胞たちに、はいっていうふうに酸素をねこう下ろしたんだね。初め90台乗ってたのに後になったらお客さんを下ろして30台しか乗んなくなっちゃった。だからどんだけ降りたか、どんだけ酸素が降りたかっていうと、どんだけ酸素を帰りしたかっていうと、初め90人乗ってたのに降りたら30人しか乗ってなくなっちゃった。だからこれが0.6 で、答えが60%ってことになります。100台中60人が降りたから、100個あったヘモグロビンのうち全体が100個で、酸素を下ろしたヘモグロビンはこの間、ここ酸素を手放したヘモグロビンは60個だから、100分の60で 60% が手放しましたよって。で括弧2番を見てみようか。肺で酸素と結合していたヘモグロビン中、組織で酸素を帰りしたのは何%か。なんかねなんかよくわかんないけど、括弧1と同じような形するね。なんかねまた60でいいんじゃないかって60って書きそうになるんだけど、でもこれ何が違うかっていうと、ここ分母が違うんですよ。これよくね引っ掛け問題出るんだけど、さっき括弧1番は全ヘモグロビン中下ろしたのなんだいって、100台中60台よって答えたのね。で今回は肺で酸素と結合していたヘモグロビン中、これが分母なんですよ。だから肺で酸素と結合したヘモグロビン中、肺で酸素と結合していたヘモグロビン中何台が下ろしましたか。何台が下ろしましたかの方はさっきと同じ60だけど、これ分母が違う。何中の何ですかの何中が上の問題と下の問題で違うんですよ。さっきは全ヘモグロビン中だったから100って書いたけど、今回は肺で酸素と結合していたヘモグロビン中だから、100台中100台が肺で酸素と結合してないですよね。肺で酸素と結合してたのは100台ではなくて90台じゃないですか。だからこれ90
90って書かなきゃダメなんですね。で、計算しておしまい。計算してみるかごめんね、ちょっと待ってね。9分の6は3分の2からだいたい 0.666 だから、まあね、問題文によって多分答え方が変わるだろうけど、答えは問題文で小数点何位を四捨五入しなさいとか言われるからね、まあ、今回答えはだいたい約67%。上と答えが違うじゃないですか。それもう一回確認するけど、なんでカッコ1とカッコ2で答えが違ったのかっていうと、カッコ1は全ヘモグロビン中、60代が乖離しました、ね、100代中60代が乖離しましたって言ってんだけど、下のカッコ2番は100代中じゃなくて肺で酸素を乗っけてた90代中60代が乖離しましたっつってから計算結果が変わってきちゃうんですね。ちょっと難しいけど、もう一回復習してみましょう。酸素回帰曲線の、計算問題でした。